ドキャストをね、ながら聞きしながら他のことをしちゃうんです。あながら聞きね。よくある。はい。一応聞こえてるけど、正直集中してなくて。うんうん。でもそれ、サボってないよ。正しい聞き方を誰も教えてくれなかっただけ。あ、そうなんですか？ただ聞けばいいと思ってた。違うんだよね。聞き方で全然変わるよ。今日はその秘密をゆっくり話そうか。改めまして、ななみです。たくみです。今日もよろしくお願いします。たくみさん、私ね、ずっと疑問があって、お、なになに？毎日、ポッドキャストとかアニメを聞いてるんです。素晴らしいね。でも、半年経っても全然聞き取れなくて、なるほど。時間は使ってるのにもったいない気がして、確かにね。その半年間、どんな感じで聞いてた？えーっと、通勤の時とか、料理しながらかな？なるほど。それだ。そこに大きなヒントがあるよ。え、本当ですか？実はね、聞くには2種類ある。勉強としての聞き方と、言語としてのリアルな聞き方。へえ、なんか難しそう。どう違うんですか？ちょっと想像してみて。初めての街をね、地図を見ながら歩くときと、地図なしで歩くとき、どっちが街を覚える？うーん、地図がない方ですかね。そう、正解。地図を見てるときって、地図を読んでるだけで街を感じてないんだよね。ああ、確かに。教科書みたいに分析するアクティブな聞き方はね、地図を見て歩くのと同じ。脳が疲れちゃうから言葉が体に入らないんだ。じゃあ私、ずっと地図だけ見てたんだ。そうだね。でも悪くないよ。目的が違っただけだから。でも、たくみさん、一生懸命に分析して聞くのって真面目な証拠ですよね。もちろん素敵だよ。でも脳の仕組みを考えるとちょっと損してるかも。へえ、どういうことですか？脳がテストされてるって感じるとね、分析を始めちゃうんだ。この単語は何？とか、文法は合ってる？とか。あ、やってますそれ。今のなんだっけってすぐ考えちゃう。そうだよね。でもね、その瞬間、脳は音を聞くのをやめちゃうんだよ。やめちゃうの？それ、どういう状態ですか？例えば、音楽を聞くとき、ふんふん。この音は、どだな、とか、分析しないでしょ？確かに。ただ気持ちよく聞いてます。そう、それ。その時、脳はメロディーをそのまま吸収してるんだ。じゃあ、日本語も分析しないで聞けばいい？そう、まさにそれ。そのまま感じる聞き方は、音楽を楽しむ感覚と同じ。へえ、なるほどな。子供が言葉を覚えるとき、文法なんて勉強しないでしょ？ただ毎日、声を聞いて、体に染み込ませていく。ああ、
それが本来の聞くなんですね。そうそう。これがリアルな聞き方。そうするとね、脳が言葉のパターンを無意識に拾い始めるんだ。無意識に？なんか魔法みたい。魔法じゃないけどね。でもね、驚くことに、このリアルな聞き方なら、たったの20分でね、分析する2時間以上の価値があるんだよ。ええ、20分が2時間以上に？うん。ガリガリ勉強して聞くのは、2時間やっても消耗するだけ。でも、力を抜いて感じれば、20分でも深く入ってくる。だから今日のテーマなんですね。そう、そこなんだよ。じゃあ、具体的にその20分はどうすればいい？うん。ポイントは3つ。 3つメモしますね。1つ目は、全部わからなくていいって決めること。本当にいいんですか？うん。いいよ。半分くらいわかれば、まあ、いっかって流す。それだけで分析モードが終わるの？そう。理解しなきゃっていうプレッシャーをなくすとね、脳がリラックスするんだ。なるほど。でも、ちょっと難しそう。最初はね。だから、2つ目が大事。2つ目は何ですか？感情に乗ること。感情に乗る？声のトーンとか、スピードとか、間の取り方。意味じゃなくて、そっちを感じてみる。ああ、言葉じゃなくて気持ちを聞くんだ。そうそう、それ。怒ってるのかなとか、嬉しそうなのかなとか。それだけで十分なんだよ。へえ、なんか楽しそう。楽しいよ。で、最後、3つ目。はい、3つ目。同じものを何度も聞く。同じものをですか？みんな新しいのを次々に変えちゃうんだけど、実はもったいないんだよね。へえ、新しい方が勉強になると思ってました。気持ちはわかるよ。でもね、同じ音声を3回、4回って聞くと、急に聞こえる瞬間がある。ああ、それ、わかります。映画をもう一度見たとき、あ、こんな音あったんだ、みたいな。まさにそれ。脳がその音に慣れるから余裕が生まれるんだよね。余裕ができるともっと深く入れる。じゃあ、このポッドキャストも何回も聞いていい？もちろん。むしろそのためにあるよ。でも、今日からどうやって始めよう？まずは音声を一つ選ぶ。アニメのワンシーンでも、このポッドキャストでも、長さはどのくらい？最初は3分でも十分だよ。うわあ、難しい。でも、たった3分だからね。意味を考えないで、音だけを感じてみて。声のトーンとか、リズム。そう。それができたら、もう一回同じのを聞く。さっきより絶対に聞こえる音が増えてるよ。毎日、それを続けたら、半年後には、本当に変わるよ。
絶対に。私、やってみます。今日からやります。大丈夫。聞く力はね、絶対に積み重なるから。たくみさんの話を聞いて、すごく安心しました。本当？はい。サボってたわけじゃなくて、やり方がね、少しずれてただけだから。そうそう。その通り。今までの時間も無駄じゃないよ。ちゃんと残ってるから。なんか嬉しいです。言語はね、裏切らないよ。ただ、コツがあるだけ。今日のコツは、聞きながら分析をやめることですね。そう。分析じゃなくて、感じること。勉強じゃなくて、体験すること。20分のリアルな心地よさが2時間の勉強に勝つんですね。そうだね。すごくいいまとめ。ありがとうございます。今日のまとめは3つ。1つ。全部わからなくていい。 2つ目は、言葉より先に感情に乗ること。そして3つ目は、同じ音声を繰り返す。これが深い20分の鍵になります。今日のフレーズ3選も概要欄でチェックしてね。さて、リスナーの皆さん。皆さんはいつもどこで日本語を聞いてますか？通勤の時、料理しながら。コメントで教えてね。楽しみに待ってます。今日のポイント。早速試してみよう。ぜひぜひ。でもね、どれだけいい方法を知っても、習慣にならない人がすごく多いんだよね。三日坊主ってやつですね。そうそう。毎日頑張ろうとすると脳が拒絶しちゃうんだ。それ私かも。すぐゼロになっちゃう。そうだよね。でもね、実は日本のトップアスリートたちが使っている習慣のシステムがあるんだよ。アスリートですか？その特別なアンカーシステムを使うとね、頑張らなくても自然に日本語が身につくんだ。勉強してる感覚が完全に消えちゃうの？そう。まるで魔法みたいにね。次の動画では、その習慣化の秘密を詳しく話そうかね。それ、絶対に知りたい。次回も見逃さないようにチャンネル登録して待っててね。